と何も皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録本当にありがとうございます。大変励みになっております。さあゆきちゃん、とうとうこの時がやってまいりました。ドキドキですよね。サバちゃん、マスクなしご挨拶見ていただけましたか？もし見逃した方はラストエンディングでもしてますので、ちょっとよければ覗いてみてください。チャンネルそのままでお願いいたします。さあとうとう始まりますけど、ゆきちゃん意気込みをお願いいたします。今日は頑張るぞ。サバちゃんは今日はこういうカルビさんからサバちゃんライブ配信頑張ってって言って、頑張って。すいません、もう家宝にさせていただきます。いただきます。一生懸命務めますけれども、万が一不快な点がございましたらどうかご容赦いただけるとありがたいです。それでは一旦お知らせを挟んで、人気シリーズ石川くんの沖縄あるあるを配信したいと思います。それでは早速参りましょう。15分。なんだろうね。石川くん、改めてよろしくお願いいたします。今回のあるある、いろいろあるんですけれども、沖縄表現の中で、デイジという言葉があるんですけど、デイジさーとか、デイジよーとか、デイジね、これはね、一体意味とまた活用する場面をちょっと教えていただけたらありがたいんですけれども。なんだろうね。日常的に使うんで、あまり説明してって言っても説明しにくいよね。あまりにも普通でね。起きた時からだいたい0時野菜とか、野菜。とてもお腹空いてるとか。こうやって私たち本土の言葉から言えば大変だっていう意味でしょうか。大変。とてもの方ですね。とてもお腹空いてるとか。これも普段から出てくる。普通。一日何回も。普通の言葉として。無限の今日のこのタイトルの無の無限に皆さん使っていらっしゃるってことなんですね。飛行機飛んでたらデイジうるさいってすぐ。そんな感じですね。確かに。ぜひ沖縄に来られた時沖縄の方がデイジって言ってなんだろうって言ったら、それはもう無限に普段使いということでお願いできたらなと思います。そして一番このオナ100局チャンネルのLINE 相談の中で意見コメントって言ったら、沖縄のこの高校野球が始まる期間っていうのは県全体がそわそわしているっていうのは本当なんでしょうか。これはどうでしょう、お二方に聞きたいんですけど。高校野球。高校野球は当たり前に地元じゃなくね、出身校じゃなくてもやっぱり県の代表で出てたら県民が応援するのは当たり前日常ですね、これ。日常今回沖縄尚学さんが優勝なさって、なんとゆきちゃんは OB でございます。私たちもあれですけど、もう本当ささやかなんですけど、サバちゃん娘ちゃんたちとささやかなちょっとご寄付というか献金を、皆さんしてるんでしたんですけれども、石川君はどうでした？僕もちゃんとLINE で振り込み先がサバさんから来たんで、サバさんよりちょっと多く入れました。そうなんですよね。じゃあそれを聞いたゆきちゃんは入れませんでした。なんですか、これはもうそうなんですね。だけどサバちゃんの家の近くの近所の居酒屋さんから LINE が来ました。私最初夜9時かなと思ったら、朝9時から居酒屋さんオープンすると決勝の日にちょっと見直したんですけど、これは石川君の近辺の居酒屋さんもどうでしたか？僕もスナックもみんな常連さん集めて結構あちこち出てて、僕は10時に近くにみんなでわさわさしてますし、道もねよく報道にされた通り本当に空いておりました。サバちゃんちょうどノンアルコール買いに行くの忘れて近くのマックスバリューちゃんに行ったら4名しかいませんでした。来た瞬間もうって思われたんで、もうサバちゃんささっとノンアルだけ買ってささっと帰りました。邪魔しちゃいけないんだなって形で。だけどこの熱い気持ちがもうこの夏私たちのこのチャンネルも
本当に伸びたしありがたいと思いますので、最後までご覧いただけると本当にありがたいです。ゆきちゃんからも一言なんかこのあるあるシリーズに関してありますか？特にはないです。石川君の方はどうですか？いや、楽しいですね、このあるあるシリーズね。いつもやってるけどですよね。結構まあ僕は日常と思ってるから本当は日常じゃないっていうのに気づきになってね。あとやっぱりもう一つこのあるあるの言葉の表現でどうしてもちょっと解説をしてほしいっていうのが一つあったんでちょっと悩んだんですけど、もうあえてちょっとお祭りなんでお伝えしますね。何言ってるバー。何ですかこれは。ごめんなさい。はい。普通に僕なんか使ってたからね。まあ多分さ、僕が例えば意図して言ってることと違うこと言って返事が返ってきたら大体何言ってるバーっていう感じ。これは意味は何なんですか？何言ってんのって感じ。このバーっていうのはなぜバーって言うんですか？すいません、細かく言っちゃって。なんかちょっと怒ってる感じなんだよね。なるほどね。だけど皆さん明るくねもう愛嬌を込めてっていう形になってるので、柔らかくしてる感じね。はい、そんな形でぜひ思っていただけたらありがたいです。一社に関してのこのあるある、この後はちょっと違った形で何がって言ったら、一社はずっとあるあるばっかり答えてる一社ではないんです。いろいろできる。実は石川くんはプライベート活動として保護猫、地域猫に関して数年前から活動しております。その辺をちょっとフォーカス、もう今回いい機会なので石川くんのまた新しい一面を見ていただけたらなと思います。まずはこちらの VTR をぜひご覧になってみてください。どうぞ。どうぞ。しいですね。もうぶっちゃけストレートに聞きますけど、この活動何年ぐらいからおやりになってるんですか？ですね、2022年ぐらいからだから3年ぐらいですね。当然ちょっとちらっとは聞いてたんですけどね、保護猫活動の献金もワクチン接種のボランティアのお姉ちゃんがいて、で最初はその辺からスタートで。彼女なんかもボランティアだから無償で自分でやってて、ちょっとお金がまあいろいろ去勢手術のお金とかいろいろおやりになって、それで少し募金お願いしますって言ったから、まあ面倒くさいからいくら足りないのってすぐ払った。その時にね、今テロップに出てたチャックン、シロくん、ハチくんたちとの出会いがあったんですね。びっくりしたのが仕事先のところで保護猫
そうそう、仕事の事務所の周りに、前は僕の前に、年配の方が餌あげてたんだけど、でこの人がなんか入院したんだよ。で僕が最初代わりに餌あげるのをやってて、でそこにお姉ちゃんなんかが来て、捕獲器持ってきて捕獲して去勢しようというのから始まって、で僕捕獲係でやってたんですよね。全部捕まえて捕獲して。今やっぱりこう石ちゃんのこの響いた猫ちゃんたち、現在この石ちゃんのお家保護した猫は今現在何君と何君なんでしょう。2匹で茶君と白君。白君に関してはちょっと映像でも皆さん分かるように完全な健康な猫ではなくって正直ちょっとあまり長く生きれそうもない、もちろん石ちゃん頑張ってフォローしてるんですけど、それでも覚悟としてやっぱり引き取った理由は何だったんでしょうか。やっぱり癒しとか、愛情に変わるのかな毎日非常にね、もう石ちゃんがこのお父さんになってこのシロくんだけはちょっとこのカリカリくんっていうね固形の餌がちょっともう無理なので、何でしたっけ液状のなんか介護用のトロトロした栄養がたっぷられてるのを毎日。だからもう最近のシロくん今日私たちも久しぶりに見たんですけどちょっとふっくらちゃんしてて、だいぶ良くなってるね。だからもう本当に地域猫って言ってももう外での暮らしがやっぱり辛かったんだろうなって感じますし、そしてこのテロップの後半にもありましたしハチワレちゃんのハチくんは捕獲は今状況どうなってるんでしょうか。保護は一応今だいぶ、3回ぐらい失敗して、だいぶ僕と距離が出てたんだけど、また今ちょっととろりとかあげながら、ゆっくりゆっくりなんですよね。沖縄弁で言うのはよんなよんなっていう気持ちでもうマイペースでやっぱり相手あっての保護なので勝手にパッと捕まえてパッじゃなくやっぱり猫ちゃんにはやっぱ心の部分を大事にしながらこうゆっくり、じゃあ年内ちょっとまたハチくんが石川くんちの新しいお子さんになる確率は高くなってきたんでしょうか。年内では多分ちゃんとできると思う。で一番この最後出てきたところのキジくんっていうのがとても石川くんが心にやっぱ思いが強いテロップにあったように何匹か虹の橋を渡ったっていうようにキジくんのご兄弟は2人3人兄弟だったんでしたっけ。ちょっと説明お願いできますか。4人キジちゃんなんかは4人だったけど2匹は消息不明だったね。多分どっかで引かれたのかよくわかんない。で1匹はちょっと交通事故で引かれてて、その中でキジくんがやっぱりまだまだ頑張ってるので石川くんもねそんな幅もやっぱりねクオリティも猫ちゃんたちキープしなきゃいけないので4匹はなんとか。そうですね。キジちゃんが最近1メートルまで近づいてきたんで。来ましたね。もうちょい。だいぶもうちょい。触れればハチくんの先に取ろうかなと。でその時にまたキジくん。もうそこはあれですかね、あうんの呼吸で猫ちゃんたちとやっぱり会話しながらそうですね。続けて寂しいと思うんで。ですよね。石川くんはYouTube やってるんですけれども猫保護猫活動日記という部分で、毎日欠かさずお昼12時からこう進捗を配信してるのでこちらありますのでぜひなんていうのかなハチくんどうなったのかなキジちゃんもうそろそろなのかなって皆さん進捗じゃないんですけど様子が知りたい時ぜひチャンネル登録で見ていただけたらなと、そして活動を見守っていただけたらなと思います。続きまして一旦お知らせに入りまして、沖縄の光と影をおな薬局チャンネルファンクラブ0番みずこちゃんと共に配信していこうと思います。石ちゃんどうもありがとうございました。はい。改めてみつこちゃん、よろしくお願いいたします。また違うこと言うよ。みつこちゃんは実は明るいんですけど、だけど私たちも本当にびっくりっていうかびっくりって言っちゃダメですね。
ボランティアでフードバンクの活動をなさってます。このフードバンクの活動を重ねて今回もうどうしてもみつこちゃんから一言コメントを私欲しいなと思ってちょっと作った企画があるんですけれども、まずは早速見ていただくってことで、それでは VTR の方よろしくお願いします。NPO プロメスキーパーズ代表山内一郎さんをご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。もう早速冒頭からなんですけれども、この NPO は私も知ってますけど、このプロミスキーパーズとは何ぞやでございましょうか。プロミスキーパーズは、ホームレスの方とか、あるいは刑務所から出た方、で貧困でお家がない方々を支援する活動をしている団体です。そういうお家のない方をサポートっていうよりはもう受け皿ですね。そういった方々をこう支援していく施設があって、でそこにホテルをこう改築してるんですけど、そこに住んでもらって、で自立のためにこう支援していく。国のサポートなしでおやりになってる。そうですね。それぞれ家賃を取って、その利用者さんから、で運営しています。じゃあもう本当に自立というか、自力で運営者の方も本当そうですね。だいたい今どれぐらいの人数いらっしゃる？今ですね、3つそういう施設があるんですよ。3つ作られてる。でもう今満杯になって140前後で推移してます。それでにもかかわらず毎日のように入りたいっていう問い合わせがあるんですね。家がない人って、あんなに多いって思わないじゃないですか。いやちょっとびっくりですね。そうびっくりなんですよ。キーワードはじゃあ自立っていうこと、ダイエットにもね精通してると思うんですけど、山内さんにとってはこの自立っていうのはどういう？やっぱりですね、自立ってそういうなんていうのかな、自分で立ってって書くじゃないですか。自分で立ってちゃんとこう生活もできる、自分自身をコントロールできるとか、そういったことかなと思ってます。自分で生活ができるというとこまで生かしたいっていうところですね。実はこの 2,3 週間ぐらい、本当につまらなかったんですよ。この仕事って面白いの？で自問自答してですね、でもちょうどその時にいろんな方々が僕のことを褒めてくれたり、ありがとうっていう感謝をくれたり、ポジティブなワードが結構もらったんですよ。それでまた頑張ろうみたいな、やっぱり自分でコントロールをするっていうのがスタートっていうのはもう難儀なことだと思うんだけれども、でもやっぱり山内さんの中でもお一人でもお二人でも多くの方々がもうこのやっぱり自立支援を受けて本当に地に足をねつけていただけた時がもう最大の喜びでもあるし、また力にもなっていくんじゃないでしょうか。地道な活動が必ず実を結ぶと思うので、そうですね。日々忍耐って言われてますか。これからもまた活動の方をお祈りしております。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ご覧になっていただいたでしょうか。今回この企画を持ってきた最大の理由は、沖縄は確かにこのリゾートだし華やかさもあるし、それはもう全然間違ってはないんですけれども、でも影の部分、これはもう沖縄だけではなくって他県も抱えている問題も踏まえて、じゃあ沖縄の人はどんなふうにこの問題に対して対応しているのかなっていうことでは、やはり日々毎週1回フードバンクをサポートしているみつこちゃんにちょっとコメントを求めようかなと思います。よろしくお願いします。まずみつこちゃん、このフードバンクに関しての活動はどんなふうになさってるんですか？企業からのフードロス兼ねて、いろいろ食品集めて、役場に登録とか一人親家庭、基本的には、その方々に渡してるんですけども、小さい子が赤ちゃんとか小さい子がいる家庭が多い。だけど小さい子って家庭教師わからないじゃないですか。でいつもニコニコしてお母さんもニコニコしてる。どうせその苦しければむちゃくちゃマイナス思考よりも、もう笑顔でやった方がなんていうのかな、その家庭は多分その苦しい生活が抜けるんじゃないかなと思う。ハッピー生活で。
だからそういういつもニコニコしてほしいなって、でこの食品もらうのも当たり前って考えてください。で子供たちの笑顔を見て、でお母さんも笑顔になってください、と思います。やっぱりキーワードはね、辛くても引きずりながらもやっぱり笑顔、そしてこのさっきの山内さんにもあるように、私たちも驚いてるんですけど、本当にねお家がないっていう方々が増えてきてる。この方に関してはみつこちゃんどうでしょうか？基本的には周りの友達いないんじゃないかなと思うのよ。友達をぜひ作って、助けを求める、助けを求める当たり前のことですから、で友達仲間を作る方がいいのかなと思ってるんですけど、そうであればアドバイス聞いたり、いろんな支援を受けたり、支援を受けてまたなんていうの、いい生活じゃなくて幸せな生活になれば、またその方がまた別の苦しい人たちのまた支援するっていうふうになっているような気がする。いい形で循環の回り、スムーズに流れていく。よく私が番宣とかで皆様方のダイエット生活がスムーズに流れていきますようにっていうように、やはり笑顔とかプラス思考だった方がいい空気が流れる。いいですね。もちろんこれはダイエットにも精通してると思うんですけど、この辺はもうゆきちゃん最後どうでしょうか、コメントの方。やっぱりね、気持ちがね乗ってないとね、ダイエットも無理だしね、うまくいかないよね。そのためにもね、なんていうのかな、こういう活動をしてる方々も、やはりさっきの山内さんもこういいワードがもらえたっていうように、やっぱりみつこちゃんもやっぱりこの活動を通じて、やっぱりなんかこう変わったような気もしますし、やっぱりこうずっと何年も続けてらっしゃるんで、その中でやっぱり笑顔、キーワードはこのコーナーの中では笑顔でございます。少しでも響いていただけたらなと思います。いかがでしょうか？一旦お知らせの後、続いてはスピ力のもうスピ大好きな方、全粒さんファンお待ちかねでお待たせいたしました。本日の真打ち、最後を締めるという形で初老家初老人全粒さん登場でございます。その前に一旦お知らせです。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。先生、一ちゃんよろしくお願いいたします。今回オープニングにもございましたが、この無っていう作品、もちろん当然ながら先生の作品なんですけれども、そして今回いつものように収録は石川くんちでやってるんですが、ごめんなさい。この石ちゃんの購入なさった方、もうこれは私たちうんぬんじゃなく作った方、実際にこのやっぱり体験購入したこのリアルな形、無っていう部分から深掘りさせて、最後はやはりこちらのもう先生の代表作、ちょっと一社いいですか？そうです。ビューまでお話できたらなと思います。それでは早速参りましょう。はい。いかがですか？この僕ですか？いや、もう僕にはぴったりだと即決しましたんで。はい。なんかこう僕が出してる無というのと、イちゃんが受けてる無というののこうなんかね、こういうふうな形で無というものを皆さんどう捉えてるかっていうのも結構今日お話ししたいなと思います。ものがありすぎるこの昨今で、それを選ばなきゃいけない今立場じゃないですから、みんなね。で無というものを禅で調べてくると、何もかもが全てその無の極致になりなさいとか、何もかもこう下脱的な形にしなさいっていうことではなく、その面白い話の中に、いろんな形のものを簡単に一番簡潔に終わらすっていうことでもなく、なんていうのかな、逆に無というものは無限の無っていうふうに捉えてほしいなと。でそれが雑念的にいろんなものを考えてるっていう時の、いろんなものを考えてる無限の考えっていうのは人間にはできないんですよね。で皆さん
やってみたら分かると思うんだけど、何かしら一つしか考えられないんですよ。で物語の中でこうつなげていくからいろんなものを考えてるようなんだけど、例えば何か一つのことを集中したいと思ったら、その集中する一つのものを考えたらそれも無の状態なんですよ。でその無の状態というものを説明した方が、何か一つのことに集中してそのゾーンに入ると、もうこれが神経を集中しているところだから無の極地に入ってるっていう形のことを言われる先生もいらっしゃいます。で僕が今回石川さんの方にこうもう渡した経緯的には、もうとりあえずストレスをなくしたいっていう形であったんで、その時どういう話でしたっけ？僕ね、ちょうどその時ちょうど絵見てちょうだいって言ったから、時間合わせていって、でいろいろこの無について説明聞いて、で僕ちょうどこの時ストレスがバリバリ溜めててこれなんかいいようにできるかなと思って無になって、例えばこうストレスが溜まる場所に避けるとか、そういうふうになれるのかなって思ったんで、もう実際買ってからもうこれだいぶうまくいってるんで今。最初に見た印象ってどんな感じだった？いやもうこれもうすぐドキッてきる。で説明聞いたら、これは即決だなって。即決来たんですね、グッと。そうでもう一個心ってのがありましたね。すいません、あれ心はちょこっとって言ったけど、やっぱり僕今の自分にはこっち側かな。実はこの無を書いたのが、先ほど佐賀さんが僕に質問していただいたんですけど、こう最近書いたものじゃなく、自分がその無というものにやっぱり集中して無を勉強して、で無を書き始めて、で一番いい状態の無を書いた時代の作品なんですよ。でコロナの前あたりで書いたものなので、で東急ハンズの渋谷店の方で展示していました。でその後先ほど言った心は、コロナの中で、展示会をしたいということで、プラザハウスさんでやった時に書いた心なんですね。でそれはもう普通心という漢字は、皆さん心という漢字は横に書くじゃないですか。だから書きやすいのは横に書けば心って書きやすいんですけど、それをあえて縦にしたんですよ。なので、意味合い的には、向上心、いつでも右上がりでもう自分はもう上がるしかないっていう心を表すので、下から上に心って書いたんです。上がる心っていう形で佐賀さんが見て、もう即決でした。そうなんです。サバちゃん見た時にそんなねたくさん買えるほどでもないんですけど、ただなんていうのかな、もうそろそろこういう時期に来たのかなって、何がって言ったらやっぱりこう上に上がっていく、右肩上がりに先生が心っていうのを書いてらっしゃって、私も一緒にそこに乗っていきたいなという気持ちで購入させていただきました。またチラチラっとこうね、ショート動画とかにも出そうと思うんですけれども、でその無についてなんですけど、今回無をこうクローズアップしてきたのは、やはりその無限にある心を、その中で無限にある物質も無限にあるものも、何かこのつなげるものの一つ一つをこう無の極地であると面白い現象が起こるっていうのがあって、アメリカの社会学研究者のロバート・キング・マートンっていう人がある絵本を書いたんですよ。で何を書いたかというと、セレンディピティの旅と冒険というのを書いて、それに出てくる3人の子供たち、要するに3人の主人公の物語を作ったその言葉の語源で一つ、セレンディピティ、入れます？セレンディピティ。そうそうそう、セレンディピティ。この言葉がまさに僕が推奨している文字にも当てはまる言葉です。何かというと、自分が思ってること、自分のやってること、自分が何かしたいこと、それに対する周りの人の関係で、無駄なこと、全く関係ない無駄なこと、それも全部含めて必然っていうんですよ。なので点と点でつながっている偶然というものは
ないと。おでここに向かって自分がやっている日頃行っている無駄じゃないことがここに成功として物語や言葉や人やお金や運やいろんなものがそこに落ちてくるっていうことを言ってるんですね。でその中で面白いことを言ってるのは何かというとその失敗を恐れると何もできないよと。でその失敗というものから見出すことがすごく大切なことであって、その失敗ばっかり気にしてると何もできないから、その失敗をするためにどういうふうな失敗をするかというと、まず優れた知恵、要するに自分の知識を増やすことと、あと洞察力で、それによって実は幸運とかラッキーは偶然を装って自分のところに現れるっていうのがセレンディピティです。いい言葉ですね。はい、でそうだから覚えてほしい。無の極地という形のものは無限に自分の可能性を秘めるセレデンピティで、それは自分が無駄だと思っていることが絶対に無駄ではなく、それに向かって幸運を引き受けるための自分の行い、その幸運が来るラッキーと思われる、あなたついてるねって言われるものは全部自分が歩んでいる、その人生の中で歩んでいる一つ一つの出来事が実は必要なことなんですっていうことです。ちょっとね、昔瀬古さんマラソンの、いらっしゃって、当時ピークで迎えてたボストンマラソン、当時ね「おいサバお前いくつだ?」って言われるけどもう本当に思い出深いんですけどその瀬古監督が先生天才は有限けれども努力は無限とおっしゃったんですよね。だから先生が今おっしゃる重ねて重ねてっていう部分がもう本当にね、天才を目指すんじゃなくって努力っていうのは無限の可能性に広がってるんだ、だから重ねてみることが大事って当時ね瀬古さんは励まされたらしいんですけれども、やはりこれは本当私たちダイエット番組なんでやっぱりダイエットにも言えてて本当にね、先生本当どうぞお願いします。いや大丈夫ですよ。本当にまさに澤さんのおっしゃる通りです。はい、どうぞどうぞ。やっぱりね辛いんです日々。それはもう当たり前のことなんだけど、でもその辛さをね乗り切るにももう頑張るも疲れちゃうので、一旦やはりこの無になって集中すると本当に隣は見なくてもご自身がふーっとこう煩悩を捨てて入ってる瞬間があるので、まずはねそちらの方から、うまく今なかなかねダイエット生活がうまくいってない方々とか一旦リセットしていただけたらなと思って今回この壮大なタイトルに歩んできたんですけれども、ゆきちゃんからも何かございますか？やっぱり頑張りすぎるのも辛いよね。でダイエットって終わり見えないですけど終わりありますので、ね、それはもう大事で、そしてこの壮大な絵でやっぱ先生のやっぱり代名詞である龍、ここにリンクさせたいんですけど先生最後お願いできますか？はい、わかりました。無限の力を持つっていう形は人間には結局無理なんですよね。その無理の無理でもあるんですよ。なのでそれを心の中に自分で持っていればいいなという形で僕は龍を描いてます。でその龍もいろいろ勉強していくと実は龍なんて架空のもので、もう私たちが信仰する仏様的な神様と同じ領域のものだと思ってください。なぜなら十二支の中で動物としてあるものは11支で、そのうちの1支は生きとせるものではない架空の龍なんですね。なのでそこまで登場させる龍っていうのがやはり何かしら私たちの人間観の中でやっぱり思われて龍を信仰する的、信仰までいかなくても龍が好きな人たくさんいらっしゃいます。で龍の中で勉強していくときにいろいろな龍が物語が出来上がって、私はこの龍の物語がすごく信憑性があるなと思ったのが、青い龍赤い龍、そういうふうなものが弾を持って捕まえた時に燃える。で自分が燃えた時に自分が神様としてどこになるか、赤か青になるんですよ。でそれが全部燃え切って炭になったら真っ黒の黒龍になる。で黒龍っていうのが龍の一番最終形です。
でそこまで立つともう本当の神の領域、その竜玉を持ったまんまこの竜にお願いしたら竜が何か願うとその通りになるっていうのが黒竜です。なのでそこまで来たら竜はあまりにも願いを叶うためにいろんな民がいろんなことを言うのを恐れるために何をするかというと、湖の一番深いところに潜ってそこで玉を待ちながらずっと静かにしてます。これが黒竜です。で、今回、竜こちらの方に、石川さんが購入していた着ている竜は玉を掴んで、これからじゃあ自分が何をするかっていうのを見つけた瞬間の竜なんですよ。なのでもうちゃんと自分が玉を使って体制して、で下に降りてくる燃え尽きて、で燃えたものが自分が青色になった。じゃあ自分をどうすればいいのかっていうのを考えてる時の無です。もう本能的に先生来たって感じのですね。これは感覚なんですね。はい、やっぱりねこれ手元に置いてからどうですか、石川君自身やっぱりこうスムーズに。結構いいこといっぱいありましたよ。さっき説明した通り、まああまり言えないんだけどさ、結構いいことありました。高校野球の時もだし、いろいろ今年からその後結構なんとか、もうとにかくもう聞こえで言えないけど、ちょっとでもね余余計なものをねもう本当にこうなくしてくれる、本当に眺めるっていうのがとっても大事で気持ちも落ち着きますし、別にこの皆さんがこの先生の、ね、作品以外でもご自身がこうダイエット生活の中でなんかこれをすれば落ち着くとか、なんかこれを見てたら気持ちが落ち着くとか、もう本当に最初その小さなところから自分探しをしていって、そしてそれを見届ける形で意識したら今よりは絶対スムーズにダイエットもうまくいくんではないでしょうか。どうでしょうか、ゆきちゃん。すごいね。よくこうペラペラ喋るよね。もうね、最近ちょっといじめられてまして、男子女子でしょ。でそもそも女子と思われてないサバちゃんもいますが、でもこうやってねライブ配信ができて、そして私たちがやっぱりテクニックだけじゃない部分、やっぱり心の部分が一番ダイエットの中で私は肝ではないかなと思ってるんで、先生に無理を言ってスケジュール合わせていただいて、もう本当に感謝してるんですけれども、先生自身じゃあ今後の展開、その前に先生ごめんなさい、さっき見せてもらってごめんなさい、帽子ですね。そうなんですよ。これはねちょっと無のよかったんで、ちょっとぜひちょっと見ていただけますか。こうかな。こうだね。はい。見てます。またこれは書楼家書楼に善流さんのフェイスブックでご覧できるんですけれども、やっぱり帽子をかぶるっていう部分でクール、そうなんです。とってもクールなんで、ぜひクリックだけでもして見ていただけると本当にありがたいと思います。そして今後の展開、先生どうなっていくんでしょうか。実はですね、来年年明けなんですけど、オンラインサイトでなんとおなは薬局からこのムシリーズがたくさん出てきます。さすが。青鯛できます。でそれに書き下ろしもあるし、今見た帽子とかそれ以外の作品をたくさん揃えて発信して、皆さんの手元に行ったらなんとこの石川さんのような。いいこと。周りが良くなります。周りがそういうことです。ごちゃごちゃした人間そのためには何かというと、日頃の自分の行いも大切です。ですのでそれをまた伝授して、それがどういうふうになればいいのかもサイトの方でまたご紹介していければいいかなと思ってます。もうぜひ大那覇薬局のホームページにちょっとカテゴリーで書楼家書楼に善流さんオンラインショップっていうところをクリックしていただけたら、また先生の世界観が見られると思いますし、何よりも皆さんの中で記憶の中で多分覚えてらっしゃる方がいると思うんで、ちょっと私紹介がもう後になったんですけど、先生は皆さんもご存知だと思います。マネーの虎っていうね番組があったんです。おいサバ本当にいくつなんだって言われますけど、いくつなの？いやもうねまだまだ少女の気持ちでやってるんですけど、ただやっぱり先生のマネーの虎っていうロゴを書かれたのが実は先生なんですけれども、もうその時からこの無も分かりますし、踊ってる字が踊る、生きてる先生のこの
作品の世界観たっぷりとご覧いただけると非常にありがたいと思います。じゃあ最後に締める形で先生、そしてゆきちゃん、いっちゃん、よろしくお願いします。無の極地で。無の極地なんだね。はい。ナンクルナイさん。ナンクルナイさん。ナンクルナイさん。今大那覇薬局ではこのお茶飲む時、漢方茶の時に読んなと言って飲まれたら非常に楽しくっていうかね、ウキウキでなるんじゃないでしょうか。石川君どうでしょうか。保護猫の方もありますけれども。はい、まあ読んだマイペースで。マイペースね。やりますね。そろそろお時間来てしまったんですけれども、まず最後きちんとエンディング、もうなんて言っても初ライブ配信なんですけれども、はい、ライブなんです。実を言うと今日は私のお家に5時に迎えに来てくれた大那覇くん、そして5時40分にお迎えでピックアップしたみつこちゃんで、石川くんのお家に来てみんなお昼寝もして食べて、とにかくみんな明るく楽しくやろうっていう部分で、そして先生にもお越しいただいて、いい時間を本当に過ごせたと思います。エンディングに入る前に一旦お知らせに入らせていただき、そのお知らせのね、今までこの猫ちゃんサバちゃんちの猫ちゃんも出演させていただきました。サバちゃんのサバね。そうなんです。男前のサバちゃんだったんですけど、ありがとうございます。もうね、イケメンだと思います。ごめんなさい、自分の我が子をね。我が子が今何匹いらっしゃるんでしたっけ？実はね、12匹いるんですよ。何をやってるんでしょうね。いや、でもなんていうかな、気持ちはもう最後保護した以上、最後までもう見る気持ちで大切に育ててます。そしてこのエンディングに入る前のお知らせの猫ちゃんははずきちゃんという猫なんですけど、7月の終わりに拾ったんですけど、保護したんですけど、そうなんです。もう次の日からね8月になるんで、通称はずきって言うじゃないですか。それではずきにしました。単純なんですけど、じゃあぜひ一旦お知らせに入ります。はずきちゃんご覧になってみてください。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。イエーイ。皆様そろそろお時間来ておりますが、今後も大那覇薬局チャンネル努力を重ねて、頑張ってまいりますので、温かく見守っていただけるとありがたいです。最後にゆきちゃんからご挨拶お願いします。はい、無事にライブ配信も終わり、飲みに行くぞ。そうなんです。これから打ち上げなんですけど、またその辺は12月31日にどうなってるかご覧いただけるとありがたいです。皆さん本当に引き続き良いお時間をお過ごしください。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。